Engine for the Life。 車で行こうです。今回は比べて納得ハイパフォーマンスの称号と題してスペシャルトークでお送りします。 MGR ニスモと走りの性能を極めた特別な称号を持つハイパフォーマンスモデルを比べて納得します。今回ご紹介する車はモータースポーツで磨いた技術を市販車に注ぎ込み性能を高めたという点ではどれも同じなんですが、走りのフィーリングや哲学といった点ではそれぞれが大きく違っているのがポイント。その持ち味の違いに注目です。はい、今回はドイツと日本のハイパフォーマンスモデルからこの3台を比べます。まずは BMW M2。BMW M 社が開発した本格的なサーキット走行が可能なハイパフォーマンスモデル。丸2ターボの伝統を引き継ぐコンパクトボディの FR クーペです。エンジンは460馬力の3リッター直列6気筒ターボ。トルコン式8速 AT の他に6速マニュアルトランスミッションが用意されているのもポイントです。続いてはトヨタ GR ヤリス。モータースポーツを起点としたもっといい車作りを掲げるトヨタガズーレーシングがその走りを鍛え上げた特別なヤリスです。エンジンは304馬力を発揮する 1.6 リッター直列3気筒ターボ。2024年4月のマイナーチェンジではインパネの全面刷新やダイレクト感を追求したトルコン式8速 AT の新設定を行うなどストイックに進化を続けています。最後は日産フェアレディ Z ニスモ。日産ならではのスポーツカーであるフェアレディ Z にニスモがモータースポーツで培ったノウハウを注ぎ込んだモデルです。エンジンは420馬力を発揮する3リッターの V 型6気筒ターボ。これに変速レスポンスを高めたトルコン式急速 AT を組み合わせています。専用デザインのバンパーやリアスポイラーなどによって空力性能を高めると同時に印象的な外観としています。メカもコンセプトも各メーカーの個性が色濃く出たモデルばかりですね。そうなんですよね。高性能車といっても単に速いだけじゃなくてそれぞれのメーカーの特徴思いが本当に色濃く詰まっているという意味で本当に素晴らしい車たちですね。そうですね、はい、さあまずは BMW M2 から見ていきましょう。高速道路とワインディングでの試乗です。卓越したドライビングダイナミクスを堪能できる最もコンパクトな M モデル BMW M2。 今回はスポーツシートなどのオプションを装備した6速マニュアルトランスミッションのモデルを岡崎五郎が試乗します。Engine for the Life。 はい、今日は BMW の M2 に試乗しています。この M という名前を冠した BMW 番組でもいろいろ紹介してきました。この M2 は M3 と同じパワートレイン同じプラットフォームを使いつつもっとコンパクトにしたモデルなんですね。実際こうして乗っていても小さい車乗ってるなという感じがあります。しかも着座位置も低いのでスポーツカーに乗っているようなそんな感覚になります。M モデルということでサーキットでも十分楽しめるパフォーマンスを与えられたモデルなんですが、一方でこうやって普通に高速道路を流している時に感じるのがユーザーフレンドリー、扱いやすい、そして快適性もそこそこよくできてるよねということなんです。ちょっと乗ってて気になるのがペダルレイアウトですね。ペダルが全体的に右側にオフセットしています。ちょっと3本のペダルが近づいているっていうことに加えてこのシートオプションのこれフルパケットシートついてるんですがちょうど
足と足の間に盛り上がりがあるんですよ。それがですね、クラッチを踏み込むとシートの真ん中の出っ張りがももの下のところに当たるんですね。マニュアルだったら普通のノーマルのシートをおすすめします。さあ、料金所からのフル加速です。しっかりと路面を噛みながらタイヤが加速をしてくれていってると。でしかもこれ後輪駆動なんですね。でも後輪駆動肉なんだけれども460馬力をしっかりと受け止めて前に進めていく、その時の挙動もすごく安定しています。普通に加速した時でもうわ気持ちいいって思わせる要素がいろんなところに散りばめられている。それをやっぱりこれだけのコンパクトなボディに押し込んでいるということで、 M というモデルの中ではもうこの M2、いわゆるエントリーと言ってもいいかもしれないんですが、でも単なるエントリーではなくて、むしろその M らしさっていうのがものすごく濃密に詰まっているという言い方もできますよね。さあワインディングに入ってきました。こういうところに来てちょっとこうアクセルを深く踏み込み始めると、このストレート6がさらにいい音を奏で始めます。さあコーナーでこの感じはやっぱりね、速い SUV とかでは味わえないフィーリングがあります。とにかく低いところに座っているんで、もうこれ物理的に重心が低いんですね。でこのタイヤのフィーリングもいいですね。これだけもともと重心が低い車であれば足の方で変な制御をしなくたってもう本当にこう地を這うようなコーナリングフォームが出来上がっちゃうんですよね。プラスやはりこう前後重量配分50対50にこだわる、BMW らしさみたいなところがやはりこう前後左右で上下のこの姿勢の変化とかタイヤの荷重移動とかそういうものに全て効いていて、とにかく動きが素直です。このコンパクトな M2 なんでせっかくなんで曲率の強いところまで持ってきてみました。こういう打角が大きくなるようなコーナーに入っていけばいくほどまさに水すましのようにスイスイっと気持ちよく走ってってくれますね。こういう日本的なくねくねとした道に入ってくるとこの M2 の良さはますます光り輝いてきますね。こういうレーシングカーの世界に半分足を突っ込んだような刺激的な車ってともちゃんの大好物系だよね。そうですね、後輪駆動であり、しかもハイパフォーマンスなエンジン、直録エンジン使うじゃないですか、M って、そうだね。でしかもこれマニュアルでしたもんね。マニュアルだった。でやっぱり BMW って昔から直録 BMW のストレート6は素晴らしいよねっていうことを言われてきた。でそのストレート6をこんなにもストレートに味わえる、ちょっと幸せだよね。最近ハイパフォーマンスな車って四輪駆動になりがちだったので、なんかそれを後輪駆動で楽しめるこの素直で精緻な走りっていうのが最高でしたね。そうだね。でBMW はもともとスポーティーさを売りにするメーカーなんだけど、そのスポーティーさの部分を本当に M の手によってさらに培養してって、本当それはスポーティーですよ、これでサーキット走ったっていけますよ、アドレナリンがバンバン湧いてきますよっていうのはちょっと他にはない味だよね、これはね。M モデルとしては、1000万円を切るエントリーモデルになるということで、これは決して安いモデルではありませんが、乗ってみたい一台ですね。ですね。この後はトヨタ GR ヤリスの試乗です。WRC から生まれたトヨタの GR ヤリス。今回は最上位グレードの RZ ハイパフォーマンス、これの8速 AT モデルを岡崎五郎が試乗します。Engine for the life.
さあ今日は大幅に進化してきた GR ヤリスに試乗しています。で今乗っているのが RZ ハイパフォーマンスの8速 AT 仕様ということで、大きなニュースとして AT モデルが追加されてきたということです。とはいえ単に AT 化したわけではなくて、この DAT という名前が付けられていますが、とにかくスポーツ走行でも邪魔しない、そういう AT を目指したということです。こうやって乗っているとパフォーマンスだけ上がったんじゃなくて、よりなんか乗り味も良くなったなと、そんな印象があるのが面白いですね。今ザラザラの路面走っています。でそれなりにザラ感とかロードノイズは伝えてくるんですが、路面の凹凸ですね、乗り越えた時のその振動の収まりであるとか、それからちょっとうねった路面での足のしなやかな動きとか、そういうものがなんかね前のよりも良くなっているので、全体的に乗り味がより上質感という言葉あえて使いますけど、上質感が出てきてるんですね。さあ料金所からのフル加速です。はい、ものすごい加速感と同時に、これ4駆なのでこの有り余るパワーを路面に余裕で伝えてくれます。フル加速でも車がこうよれたりとか、そういった感触、なんか不安にさせるような成分の動きっていうのは全くないですね。この直進安定性もいいですね。もう四輪駆動ということもありますし、それからボディの剛性も高いしということで、もう車自体が直進をする、まっすぐ走ろうという意志の強さ、これがねすごく強いですね。そしてこのちょっと切っていった時のこのスムースな車の動き、遅れも全くない、これもいいですね。さあワインディングロードに入ってきました。まあこういうところに持ってくると、やっぱりこの車のポテンシャルがさらにはっきりと出てきますね。もうとにかく安心感の塊です。でもちろん速いということはあるんですけれども、それ以前にもう車が思った通りに動く、そして予想外の動きをしないということで、もう車に対する信頼感がめちゃめちゃ高いレベルにあるんですね。なので本当にこういうところでもリラックスして安心して運転していられます。さあ細かいコーナーが連続する区間に入ってきました。もうこういうところに来ると、このコンパクトなボディが生み出す軽快感であるとか扱いやすさ、本当にいいですね。やはりラリーのベース車っていうのもこういうところ走るのに適したボディサイズを使っている、それがヤリスだというところ、まさにこのサイズ感の生み出すメリット、ここに持ってくるとはっきりと分かります。M2 の場合メインディッシュが直列6気筒エンジンだったと思うんだけど、この GR ヤリスの場合はもちろん3気筒エンジンもいい出来なんだけど、むしろ全体のサイズ感とかボディとかサスペンションを含めたパッケージとしての走り、はい、これがメインディッシュだよね。これ試乗したのは DAT と呼ばれる、スポーティーなAT でしたけど、これマニュアルもあるんですもんね。あるある。どっちが好みでした？いやどっちも良かったんですよ。で AT の変速もものすごく切れ味鋭くて、自分が欲しいトラクションをしっかり引き出せるし、あと何よりこの車、GR ファクトリーと呼ばれる場所で作られた、本当特別なモデルでしたよね。はい、ともちゃんと番組の取材でファクトリー行ったけど、本当にあれだけの大きな工場で専用のラインを敷いて、で一つ一つの部品を細かく計測して、これとこれを組み合わせるとバランスいいですよっていう組み方してたのにびっくりしたよね。そうなんかよくワンメイクレースとかだと勝つためにそういうところを調整したりするけれど、自動車メーカーの規模であれをやるって相当な取り組みですよね。でそうやって出来上がった車が今度はレースとかラリーに出て、現場からのノウハウがすごくいっぱい入ってきて、でまたこの改良にね、それが使われたっていうことで、はい、これどんどんいつまで進化していくんだろうね。いやすごい車ですね。はい、この後は日産フェアレディ Z ニスモの試乗です。レースシーンで磨いたテクノロジーで走りの実力をさらに高めた日産フェアレディ Z ニスモ。岡崎五郎がその完成度をチェックします。
Engine for the life. さあ今日は Z ニスモに試乗しています。ご覧のようにデザインなんかもやはり相当ニスモっぽさ出てますよね。でこれ実は形だけじゃなくてもちろん空力性能もとことん追求しています。高速道路で超ハイスピードクルージング時もうむしろこれ浮き上がるんじゃなくてもっと路面に吸い付けられるというゼロリフトですね。それを達成しています。カラーリングなんかも含めて相当スポーティーな印象を務めているわけなんですが、一方でインテリアなんかはもうパッと見て景色がそこまで変わったかっていうとそうではないですね。走りをとことん突き詰めるというところでデザイン的にこれ見よがしではないというあたりは僕はねすごくいいなと思いますね。エンジンがノーマルの405馬力から420馬力まで最高出力高められています。開発陣は特にレスポンスをいかに上げるかというところがすごくこれ大きなテーマだったらしいんですが、確かにもう踏んだ瞬間にグッと出るんですよね。まさに大排気量高性能自然吸気エンジンみたいなフィーリング出せていますね。足回りはそれなりに固めてあるんですが、これがね不思議なもんで本当に乗り心地悪くないんですよ。荒れた路面行っても不快な突き上げないですし、これ毎日例えば通勤に使っても全然いいんじゃないのって思えるようなそんな車に仕上がってます。なんかこの Z ニスモに乗って感じたのはまさにポルシェの方向性なんですよね。ちょっと乗ってみて今驚いてます。ワインディングに持ってきました。いやもうねこの走りは控えめに言って最高すごいです。まずはこの AT からいきましょうか。もうこのパドルで変速していった時のこのレスポンスすごいです。シフトアップも速いしシフトダウンも速いですね。いやこれだけのその振る舞いを国産の AT 車でしてくれる車ってあったっけかなっていうぐらいもう素晴らしいですね。そしてそれに組み合わせるエンジンもこれ最高ですね。力があるっていうのは当然なんですが、それとこのサウンド最高のエンジンと最高の AT というこの2つが相乗効果で、このリズミカルで気持ちのいいドライビングを作り出してくれてます。このシャシーも素晴らしい出来です。Z 自体こういうとこ来てすごく楽しい車だったんですが、もうこの Z ニスモはもっともっとボディががっちりしてで足が綺麗に動いて、なおかつステアリングのこの正確性が高まっていてというようなことで楽しさと安心感がもうワンランク上に行ってますね。これブレーキもすごいですね。もう日産とアケボノのダブルネームの入ったこれ専用のブレーキシステムなんですが、ぐーっと右足を踏み込んでいくそこに対して、剛性感がすごく高くてしっかりとした足応えと正確性兼ね備えてますね。420馬力に対してちゃんと応えてくれています。VTR 改めて見て僕絶賛してるね。そうですね名言が飛び出してましたねでもともちゃんもこれ気に入ったでしょ。もう本当にしびれて、エンジン回転が上がると同時に高鳴っていく音とか、あとは乗り味なんかもどんな速度域でも充実感を与えてくれたりとか、でベースモデルの Z って GTR がモビリスーツなら Z はダンスパートナーって言ってたんですけど、もう本当匠の技をあらゆるところに、手を加えてるなって感じでしたよね。そうだね。日産はもう80年代に
1990年に世界一の運動性能の車を作ろうっていう社を挙げ全社挙げてそういうことをやっていて、その時の結果が 32GTR とかになったわけじゃない、P10 プリメーラとかで、それをやってた人たちの本人はもう退職しちゃった人多いんだけど、どんどん弟子がね、出てきてこういう車を作ってる。まあそう考えると技術ってやっぱり人なんだなっていうのを改めてこういう車乗ると感じるよね。まあ実態に求められる車作りいろいろあるんですけど、でもそういう受け継いできた DNA っていうのはしっかり受け継いでほしいですよね。そうそう。なのでこういう車っていうのは真似しようと思ってもなかなかできないんだろうなとは思うよね。人だからね。そうですね。はい。はい。 Engine for the life. さあ今回は比べて納得ハイパフォーマンスの称号と題してお送りしてきましたが、ともちゃんやっぱこういう車っていうのはいいね。はい。もう最近って環境との共存とか、安全性も向上させなきゃいけないし、さらに効率化っていうのが求められてるじゃないですか。これから考えるとこういう車って正直出すのってすごく大変なことですよね。ただね、そのじゃあ日本車、今回 BMW に入ってるけど、日本車の競争力を考えてた時に、今って中国メーカーとか韓国メーカーがどんどん力をつけてきてるじゃない、じゃあ彼らとその日本メーカーの違いって何って言ったらやっぱり歴史だと思うんだよ。で歴史が培ってきた中でこういう車ができる素地があるって考えると、ともちゃんが言ったようなその効率とかね、そういうことだけをやってたらきっと負けちゃうから、やっぱこういうところにねフォーカスしていくっていうのが日本の勝ち筋だと僕は思うんだよね。そうですね。でやらないがそのうちやれないになっちゃうじゃないですか。そうなってほしくないですよね。やっぱりそうだね。速いだけの車っていうのは結構ねすぐできると思うんだよ。でも例えば今回 M2 であればもうとにかくアドレナリンが出るよっていうような走り、刺激的な走りだったり、もう GR ヤリスだったらもうこれ勝ちに行くんだよモータースポーツでっていう車だったりで、 Z ニスモの場合はとことん気持ちがいいとかね、そういう付加価値のところってあるじゃない。これやっぱりいろんなメーカー今後高性能車作っていってほしいで作っていくんだろうけど、そういうところも大切にしてほしいよね。メーカー直系のスポーツモデル作るブランドたちばかりでしたけど、やっぱ彼らの目的意識が組織としてしっかりあるからこれ実現できているのかなと思うんですよね。そうだね。そして何よりやっぱり企業のトップ、いわゆる社長さんだよね。社長さんがいやこういうのうちはやるんだっていうことを号令をかけてやるような、そういう組織にしていくっていうことが重要なんだと思いますよね。そうですね。はい。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the life.